プラス AI ニュースラボ。こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。今日のテーマなんですが、あなたが共有してくれた資料をもとに、2025年11月時点での高位政権の経済政策、いわゆるサナエノミクスについて見ていきたいと思います。特に、エネルギー政策と円安インフレの関連性、ここが非常に鋭く分析されていましたね。今回のミッションは、これらの資料がなぜ、サナエノミクスを周回遅れの劇薬とまで厳しく表現するのか、そのロジックとリスクを一緒に解き明かしていくことです。OK, let's unpack this. では、これを紐解いていきましょう。まず資料を読んで最初に、あれと思ったのが、エネルギー政策のところでした。政権は原発再稼働を円安是正の切り札みたいに言ってるのに、現実はほとんど進んでいない。エネルギー輸入を減らして、円を買い支えたいはずが、なぜこんなに停滞してるんでしょう。資料では何がボトルネックだと。はい。そこにはですね、乗り越えるのが、かなり難しい、明確な2つの壁があると指摘されていますね。まず第一の壁が、規制の壁です。規制の壁。これよく誤解されがちなんですが、原発の再稼働審査って、政治の意向でスピードアップできるような、そういうものではないんですよ。原子力規制委員会、NRA の独立性が非常に高いですし、さらに安全対策工事の遅れも重なって、結局再稼働のペースは年1、2期が限界というのが実情なんです。なるほど。政治がアクセルを踏みたくても、安全っていう名の制度的なブレーキがしっかりかかっている状態なんですね。で、もう一つの壁というのは？それが技術の壁ですね。政権が次世代の切り札として期待をかける SMR、小型モジュール炉ですが、2025年の今、これはまだ設計実証段階の技術に過ぎないわけです。まだ実用段階ではないと。そうなんです。商用化にこきつけるのはどんなに早く見積もっても2030年代の半ば。つまり、今の円安というこの舵を消すための水には到底なり得ない。What's fascinating here is、ここで興味深いのは、政治が語る10年後の夢と国民が直面している足元の経済危機、この間に存在する致命的な時間軸のズレなんですよ。まさに今そこにある危機に対して10年後に届くかもしれない薬を処方しているようなものですね。その時間差には読んでいて少しめまいがしました。で、そのエネルギー政策に即効性がないとなると、いよいよサナエノミクスの本丸である金融政策そのものが問われるわけですよね。資料の分析もここから一気に核心に迫っていく印象でした。Here's where it gets really interesting. 資料が最大の問題点として挙げているのが、デフレ期のアベノミクスの成功体験を全く状況が違う現在のインフレ期にいわば思考停止で適用している点なんです。時代が違うのに同じ処方箋をと。まさしく。世界中の中央銀行がインフレを抑えるために必死で利上げをしている中で、日本だけが異次元の金融緩和を続けている。その結果、円は国際的に安心して売れる通貨の地位を、確立してしまったわけです。つまり、世界中がインフレという急な坂道で必死にブレーキを踏んでいるのに、日本だけはアクセルを踏み込んでいる、そんな状況ですか？資料にはこの異様さを表すかなり痛烈な比喩がありましたよね。はい。ブレーキの壊れた車でアクセルを踏み続けているという表現でしたね。そして、その無謀な運転が招いた円安による輸入物価の高騰が私たちの生活を直撃している。ようやく実現した賃上げの効果もそれを上回る物価上昇で吹き飛ばされて、国民の実質賃金は下がり続けていると、これが政策がもたらした現実だと資料は断じています。So, what does this all mean? この手詰まり感、今の政権だけで生まれた問題だとはちょっと思えないですよね。資料ももっと根深い過去10年以上にわたる構造的な問題だと指摘していました。これは一体どういうことなんでしょう？資料の論旨は非常に明確です。端的に言えば、原発再稼働を待つ10年間、代替案である再生可能エネルギーを本気で育ててこなかった。その不作用のツケが今一気に噴出しているという分析ですね。不作用ですか？はい。特に原発がフル稼働することを前提に作られたその旧来の送電網のルールが結果として太陽光や風力といった新しい電力の参入を阻む見えない壁になってきたと。それは意図的とまでは言えなくても結果的に再エネを締め出してきた、そういう構造とも言えますね。
その過去の選択が今の私たちの生活を苦しめていると。まさに。その結果、日本は海外の化石燃料への依存から全く抜け出せなかった。だからこそ、今の円安と資源高というダブルパンチを世界で最も脆弱な形でまともに受けてしまう経済体質になってしまったわけです。If we connect this to the bigger picture、これをより大きな視点で見ると、国民一人一人の生活実感よりも、既存の電力産業の構造とか、マクロ経済の数字を維持することを優先してきた結果とも言えるかもしれません。なるほど。今回深掘りした資料が描いていたのは、時代状況とずれた経済モデルに固執して、その頼みの綱のエネルギー戦略も時間軸が合っていないという、なんというか八方塞がりの厳しい日本の姿でした。ええ。This raises an important question. そしてこれらの分析は私たち一人一人に重要な問いを投げかけているわけです。この構造が続く限り、国の財政や一部の大企業の業績は守られるかもしれない。しかし、その一方で、円という通貨で生活する私たち個人の資産価値は、静かにしかし着実に目減りしていく可能性があるということです。資料も結論も、政府の転換を待つんじゃなくて、個人で防衛せよっていう、ある意味で突き放したものでしたよね。これを踏まえて、最後にあなたに一つ思考の種を残して、このディープダイブを終えたいと思います。もし国の政策が自国通貨の価値を守ることよりも他の何かを優先しているとしたら、私たち個人にとっての資産防衛とは一体何を意味するんでしょうか。ただ円を持ち続けることなのか、それとも円安を前提として自らの資産を守るポートフォリオへと積極的に行動を起こすことなのか。あなたが次の一手を考える上で今日の深掘りが少しでもヒントになれば嬉しいです。